ごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題は、ロシアが内戦に陥るかと思われたワグネルの武装蜂起の失敗。これに伴って様々なところから様々な情報が飛び交い、本当はどうなっているのかよくわからないといった状況も一時的に発生しました。今回の動画では、そうした飛び交う情報の中からあからさまに間違っていたものについて改めて言及するとともに、ワグネルを取り巻く状況がどのように変わり、今後どのような行動に出る可能性があるかについて言及していこうと思います。まず第一に武装蜂起を行うにあたって飛び交った情報の中であからさまに間違っていたものがあります。例えば、この武装蜂起には NATO 軍が関与していて、ワグネルと共にモスクワを落とす気だといったような内容です。このあたりの陰謀論というのは非常に滑稽で、これまでプリゴジン氏がロシア軍側に立って戦闘していたことを全くなかったことにして、武装蜂起したのはアメリカ側からの買収工作によって全てが動いているといったようなかなり荒唐無稽なものでした。このあたりの話があまりにも無茶苦茶だということは少なくともこれまでの経緯を見てきた人であれば、すぐに見破ることができると思います。ただ、これが真実なのかと驚いて、すっかりと騙されている人もいるようです。NATO 側によって買収されたなどという話が通じない理由というのは、そもそもワグネルの運営資金は、ロシアの国家予算からその運営費が賄われていた。このことがプーチン大統領から改めて正式に発表されました。日本円では約1800億円程度がワグネルへと渡っており、しかもこれ以外にもワグネルグループはアフリカ各地において様々な政府とビジネスを行い、傭兵として雇われたり、現地政府と結びつくことによって鉱山権益を持ったりと、ロシア政府以外のところからの収入もありました。このような収入源がある以上、プリゴジン氏が欧米側に寝返るほどの買収資金を用意できるところはないでしょう。ただ、今回の一件で武装蜂起したその首謀者については、もう許さないぞといったプーチン大統領なわけですが、少なくとも反乱の罪には問わないという部分については、この約束を守るようです。そのため、プリゴジン氏がベラルーシへと出国するその許可を与え、ベラルーシのルカシェンコ大統領もプリゴジン氏はロシアを出国し、ベラルーシに今はいると話しています。ただし、この点についてなのですが、ベラルーシ国内に今いるよというプリゴジン氏の動画撮影などはまだ公開されていません。自身の身の安全を考えてまだまだ情報を出さない可能性があります。そして、出国した後のロシアにおいては、プーチン大統領はプリゴジン氏に対する罰を与え始めています。まず第一に行ったのが、プリゴジン氏がいかに悪人であるかといったことを証明しようとして、これまでロシア政府側から彼のグループに対して出されていたお金、これらがいかに不正な用途に使われていたか、きっちりと捜査していくという話をしています。これは、プリゴジン氏の影響力がロシア国内に残るのを何としてでも阻止したい背景があります。プリゴジン氏の様々な追及の中には、ロシア軍上層部が無能だといった話とはまた別の話として、そもそもロシアがウクライナに侵略したその口実そのものも、ほとんどがでっち上げ嘘ばかりであり、侵略の正当性が全くないといった話などをしていました。ですから、プリゴジン氏の人気が残り続けるというのは、そうした言動もまた説得力を持つ言動として残ってしまうがため、彼がいかにロシアという国家を裏切ってきたかということを、これからどんどんと暴き立てるといったことを、プーチン大統領としてはしたいわけです。実際のところ、叩けばいくらでも誇りは出るでしょう。ロシアという国は腐敗大国として知られていますから、お金の流れを探っていけば、それは不正などというのはどこでもあるぐらいに出てくることでしょう。ただ、こうした話につきまとうのが、プーチン大統領は意図してワグネルの部隊をベラルーシへと移したんだという事前シナリオに基づいた行動だという人たちです。ワグネルの部隊を表立ってベラルーシに移すことによって、2022年に行ったようなウクライナの首都キーウに対する攻撃を大々的に行うために部隊を動かしたのではないかといった話です。この作戦案というのは特に親ロシア派の人たちが期待しているシナリオで、今回ワグネルが武装蜂起するにあたってあっという間に首都モスクワまで迫ったというのをまさにウクライナ侵略でも再現してくれることを期待しているわけです。しかしこれもまた妄想の類に過ぎないと言えるでしょう。なぜならば、プーチン大統領はワグネルに対して3つの選択肢を与えました。まず最初にロシア国防省と契約することによって
ロシア軍の兵士になりなさいというもの。ただしこれは多くのワグネルの兵士たちにとってはとても受け入れられないものだと考えられます。その理由は、ロシア国防省と契約するにあたって、その条件はワグネルの時とは全く異なって、給料は半分以下になるだろうと言われています。そもそもワグネルは、大金を積んで多くの兵士たちを集めるといった傾向がありましたから、ロシア国防省の契約においては、どうしても他の兵士水準に下げられてしまうのです。第2の選択肢がベラルーシに行って良いというものです。この第2の選択肢を多くの兵士が選ぶであろうといったことから、まとまった戦力がベラルーシへと移動し、ウクライナの首都を落とせるといったいわゆる親ロ派たちの幻想を生み出しているわけです。第3の選択肢は、ロシア国防省と契約もせず、ワグネルとしての契約も終わり、兵士としては銃を置き、家族の元に帰っても良いというものです。傭兵家業でたっぷりとお金を稼いだ人たちの中には、もうこの辺りで区切りをつけても良いかなと思っている人も、もしかしたらいるかもしれません。それでは、第2の選択肢としてベラルーシに多くの兵士たちが行った場合について解説しておきましょう。ベラルーシのルカシェンコ大統領は、ワグネル専用の基地を新たに作ることはないと発表しました。既存の基地の中に多くの兵士たちを受け入れるための施設を増設することによって受け入れるとしています。彼らが持っている実際の戦闘で得た経験などを現在のベラルーシ軍に反映するために彼らとの共同訓練などを通じてその技術を習得したいといった話などをしています。ですから、ある程度まとまった形でワグネルはベラルーシに集結することとなります。ところが彼らの戦力がどれほどなのかといえば、大幅にその戦力は減退しているものとなります。というのも、現在ロシア国防省が進めているのは、ワグネルが保有していた兵器類、戦車、装甲車、装甲変異輸送車、自走砲、対空兵器、そして軍用車両群についても、これらをロシア国防省が接収するという準備を進めています。これは、もはやワグネルはロシア国防省傘下の兵ではないといったことから、大型の兵器群を持ってロシア国内を移動することはまかりならんということを意味しています。ワグネルはベラルーシに行くにあたっては、個人的に持てる装備類しか持っていけず、機構戦力については全て剥奪されるわけです。しかもプーチン大統領としては公にはワグネルは武装蜂起した反乱軍だったということを認定していますから、今後彼らと共に戦うといったシナリオは非常に考えにくいものです。ちなみに、ワグネルから重装備を接収したロシア軍はこれらの武器をどこに配置するか。まず第一に求められているのがロシア国内の治安要員であった国家親衛隊に戦車などを配備するといった話です。ワグネルが武装蜂起するにあたってその先にいたのが国家親衛隊や警察などの車両でした。そこで見られたのは戦車ではなく装甲車両しかありませんでした。彼らが治安要員として活動するにあたっては、基本的には最も危険な存在としてはテロリストなわけですが、テロリストがやるのは大抵は爆発物や銃器類などを使ったテロ事件であり、戦車などが出てきて国家転覆を狙うような大事は起こさないわけです。ですから、治安要員としては装甲車があれば十分だったはずなのです。だからこそ今回ワグネルが進軍するにあたって国家親衛隊ではとてもではないけれども地上戦ではかなわないだろうと言われていました。この問題が克明になったことからワグネルから取り上げた戦車などロシア国内の治安要員である国家親衛隊に配備して今回のようなことが二度と起こらないようにしようとするわけです。プラスアルファワグネルから剥ぎ取ったその他の軍用車両などはロシア軍の前線部隊へと再配置するはずです。ロシア軍の前線においては常に激しい戦闘が起こっており、軍用車両群も次々と撃破されています。もちろんそれらを全て補充しようと努めるわけですが、それらが足りないからこそ、ロシア軍はソ連時代の古いものを何とか再生して前線へと送り込んでいるわけです。ワグネルの持っていた銃兵器についても倉庫で眠らせるような余裕というものは全くないでしょう。そのようにして歩兵主体となったワグネル。さあこの部隊を使ってウクライナの首都キーウに侵攻することなどできるでしょうか。全くできません。歩兵主体の侵攻というのはゲリラ戦を行うにあたっては十分な戦力ではありますが、国家の正規軍を相手にして戦線を形成し占領地を広げていくようなことは基本的には全くの戦力不足です。例えば今、ウクライナの首都キーウに向かって進軍するとしても、かつての2022年のロシア軍のようには首都に接近することはできないでしょう。その最大の違いはそもそも2022年においては
ベラルーシ側から首都キーウに向かって進軍することをウクライナ側が想定していなかった。しかし現在においては、すでに実際に行われたのだから、それに対する備えをしようという準備がウクライナ側にあります。プラスアルファ最大の違いは防空能力の大幅な強化です。例えば、ロシア側の持っている長射程のミサイルの中には、西側兵器では絶対に防げないと豪語していたミサイルがいくつもあります。しかし現在ではそれらをウクライナの首都キーウに向けて放ったところで、それらが全て撃墜される日というのもあります。欧米から渡ってきた防空兵器、パトリオットミサイル、ナサムス、アイリス T、サンプ T、様々なものがあるわけですが、重厚に張り巡らされた防空網を今のロシアは全く突破できなくなっているわけです。そのような状況になっている首都上空に向かってロシア空軍機などがもしも発進したらどうなるかといえば、ほとんど確実に撃墜されてしまうことでしょう。2022年の場合だとそのような強力な防空網といったものがなかったために、ウクライナの首都近郊の空港に対してロシア軍は進出し、大量の歩兵などを下ろすことができました。しかし現在ではそのような作戦は全く成り立ちません。今キーウに向かって地上部隊を送るということは、空軍からの支援が全くないウクライナ軍の航空優勢下の中において突き進まなければならないという地獄の道を歩むことになるから。ましてやロシア国防省に対空兵器群などの重装備なども奪われた後のワグネルであっては、これらは全て歩兵であり、嫌がらせ程度の攻撃しかできず、そのほとんどが無駄死にしてしまうでしょう。もちろん無駄死にさせることをプーチン大統領が狙って、ワグネルをウクライナの首都キーウに差し向けたいといったことを行うかもしれませんが、さすがにそのような自殺行為にプリゴジン氏も乗っては来ないでしょう。ですから、ベラルーシにワグネルの部隊が行ったから、それをもってしてウクライナの首都キーウを攻略するんだといった話は、全くの妄想話だと私は思っています。一方で気をつけなければならない点としては、現在ベラルーシにはロシアの核兵器がどんどんと運び込まれ、ベラルーシを核保有国にしてしまいました。この管理についてはベラルーシ軍が行い、ワグネルにはタッチさせないとルカシェンコ大統領は明言しています。さすがに傭兵に核兵器の警備を頼むのは危険すぎるでしょう。しかしそのようなことをするんではないかと一部の人たちが指摘したのです。例えばワグネルは国家ではない、ロシアでもない、ベラルーシでもない。しかし彼らが勝手に核兵器を使ってしまったんだという話をして、ウクライナの戦場へと核を打ち込んでしまうなという、これまたちょっと荒唐無稽なシナリオを話す人もいるのです。空想力がとてもたくましいなとは確かに思うのですが、現実問題として核兵器を使う理由としてワグネルが勝手にやったんだという話をでっち上げるのもちょっと難しいものだと私は思います。ですから現実においてはもっとつまらない展開というのが待っていると思います。例えばワグネルのこれまでの活動を振り返ってみると、ウクライナの戦場に投入される以前は彼らの主戦場はロシアやウクライナではなくシリアやアフリカなどのロシア国外でした。彼らがベラルーシに移った後、国外に出ることを禁じられていないのであれば、彼らが目指す先は当然元々の活動部隊であったシリアやアフリカといったことになります。特に現在注目されているのは何といってもスーダンにおける動乱で、ワグネルはこの地において鉱山の権益を持っていると言われています。プラスアルファ現在スーダンにおける内戦というのは解決の目処が立っていないこともあり、どちらか一方に肩入れすることによってその情勢を大きく動かす可能性があります。もちろんそのような情勢を動かす理由というのが自らの権益を確保するための動きとして考えれば、ワグネルとしてはウクライナの戦場で戦うよりもよほど実際の利益を得ることができると言えるでしょう。アフリカの情勢の変化については日本ではほとんど関心がありませんから、ワグネルがそのようにしてアフリカでの活動を再び活発化させるといったことは十分あり得ることだと思います。そしてそのような時には日本はほとんど報道しませんから、ワグネルは今どうなったんだろうと少数の人たちしか思い出さないといったことになる可能性が私はかなり高いのではないかなと思います。そしてそのようにして日本だけではなく国際的な関心事としてもワグネルに対する注目度が下がっていけば、その時こそプリゴジン氏が闇に葬り去られるタイミングではないかなと思っています。というわけで今回の動画はここまで。ワグネルの武装蜂起から数
日が経ち、少しずつ飛び交うニュースの中にも、嘘、大げさといったものが現れるようになってきました。話し忘れたところでは、ワグネルが武装蜂起したその責任を取って、ショイグ国防相は更迭され、すでに牢屋に送り込まれたんだ、みたいな話をしている人たちもいましたが、彼は内乱が発生することを抑えた功績者として、むしろプーチン大統領からその働きを認められるようなことになり、現在の職から全く移動はありません。むしろ、なぜ誰も言及しないのかなと思うのは、ゲラシモフ参謀総長が表立って出てきていないことについて、誰も言及しないことの方が私はちょっと不思議だなと思ったりもします。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。